こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はブランチマイニングしていたら、石の中で窒息死しそうになりました。なかなかしぶといわね。ダイヤ3000個がかかっていたことを考えると今でもゾッとします。ちなみに突如石の中に埋没する現象ですが、原因はラグさんの仕業と想像するしかなく、なぜ起こるのか不明です。原因特定するためにどんどん再発させるべきよね。却下します。なお昔発生した時はゲーム開始の数秒後だったので、開始50秒程度動かなければ防げますが、前回のように普通にプレイしていた時にも発生するのなら防ぎようがなくて、割と衝撃を受けてます。ただあえて言うと、上位の金リンゴの回復力が埋没ダメージを上回った、ということを確認できたのが大きいです。つまり食べ尽くすまでは石の中で日常生活を送れるってことね。さて72周目を半分過ぎたところで、ダイヤも金も発掘量はまずまずです。調子が良いところでは、わずか2分の間にダイヤ鉱脈3つ、金鉱脈1つを掘り出しました。で、それから11分ほど掘り進めたところで、うおーすごい違和感。噛みついてくる？来ない？石に怯える炭鉱夫ってどうなのよ。どうやら素直な石たちのようですが、信じていいんですよね。その少し先で、あと数周で掘り終わる地下峡谷に入りましたが、そういえばここまでモブが姿を現さないまんまです。すぐ近くにいるのにね。まあ今は出くわさないでおきたいです。ここのところ立て続けに生命の危機を感じたせいで、並レベルの脅威には鈍感になってしまっているんです。つまり危ないのを危ないと感じづらいのね。で、最後までモブを見ることなく72周目が終了しました。十分な食料は確保できたし、せめて判断力が戻るまでは地下から退避しようと思います。テリーにあるまじき発言ね。と、ここまで水難エリアだったのか。レールと目印のレッドストーンや松明の再設置は結構面倒なのに。ちょっと焦りました。急に飛び出してくるものには危機感を抱けるのね。びっくりしただけです。ちなみに意図的に塞いだ天井には隙間がなかったので、侵入ルートは採掘通路のワンブロックの隙間だったようです。さて、72周目でキリがいいので少し集計してみました。どこがキリがいいのよ。8の倍数ですし、実は前々から、風車型でどの周回あたりまで掘ればダイヤの取れ具合が収束してくるのか気になっていたんです。ダイヤの埋蔵位置と鉱脈の鉱石数、幸運3の効果で結構ばらつきがあるものね。で、採掘1メートルあたりのダイヤ取得数、という視点でグラフ化してみたら、だいたい47周あたりで収束してくることが分かりました。つまりダイヤを1500個ほど取得した頃です。かなり多いじゃないの。このことから、ダイヤを1ビーコンピラミッド以上集めるならば、採掘25メートルごとにダイヤ1つ入手できると勘定すればいい、ということが分かりました。でもそんなこと分かってどうするのよ。考えるまでもありません。さてダイヤの数は、あと4スタックと半分ほどで1ラージチェストに達します。一見してあと少しに見えるのは錯覚よね。で、精錬待ち時間に暇だったので、久々に残った実績を眺めてみました。魚釣りや1キロと6個もそういえば終わっていなかったです。でも今はひたすら冒険の時間に着目しています。そろそろ達成できるんじゃないでしょうか。まだそんなこと言ってるの。さて精錬が終わって金の人参がほぼ2スタックに、地下から脱出する準備が整いました。だからそれテリーと矛盾してるわよ。そんなことありません。円グラフで説明すると、私が今抱えるストレスが石の中の恐怖でほぼ占めているだけです。どうせ地上のストレスが占めるようになるわよ。さて、石で囲まれていない世界に這い出てきました。ほっとします。
これからバイオーム探しの旅が始まりますが、現状はメサとキノコ島を見つけたら冒険の時間が達成。まだ見ぬ突然変異バイオームは11種類です。確かにここまでは一般的な意味で順調なのよね。で、ここまで調べた地図はまだわずか6枚です。今回の遠征は西方面にまず3枚、その後は臨機応変に進めていきます。さて、デバッグモード全開にして遠征開始です。地下から解放されたおかげでちょっと浮き足立っています。つまり落下死するのね。10分ほどで未探索エリアに到着し、早速地図7枚目を作ります。で、2分進んだところで早くもサバンナと突然変異のひまわり草原が、突然変異がサバンナの方まで伸びているかも、これはチャンスです。でもそびえ立っているサバンナは見当たらないわね。お、宙に浮く島はある。そして川を渡り始めたところで、来ました。サバンナ M です。あっさりすぎて先が思いやられるわ。あと、棒を見つけました。まあまあの長さね。さて突然変異の広がりを調べていたところで、あ、馬が落馬しました。それを落馬というのはテリーが落ちたら落テリーというのと同じよ。石は落石というじゃないですか。さて過去のプレイでは、一箇所のサバンナに2種類の突然変異が両方生成されていたことがありません。生成されることがあると思っていなかったので、プレイ中は気づくのが遅れてしまいました。で、突如現れたウサギにややビビり、金の人参を食べてお腹を満たして落ち着いて、10歩ほど歩いたところでようやくサバンナ第1 M に気づいた次第です。デバッグ画面はたまにしか見てないの？常に見るようにしてるときっと落下死するんです。さて5分ほど調査しましたが、他には突然変異が見つからず、先に進みます。そして地図7枚目の北コースを西に抜け、地図8枚目の陸地は大河からです。大河はまだ突然変異を見つけてなかったわね。ここでなぜか、2箇所目のメガタイガを見つけてしまいました。ピラミッド企画の方で見つけなさいよ。まあこの企画でも、巨大松タイガの頭羽が残っているのでメガタイガはまだいるようです。早速巨大松タイガを目指してさまよっていますが、メガタイガを走り回るのは正直飽きが来ています。お、宙に浮く花をまた発見。最近よく見つけるわね。そしてメガタイガに入って8分で、ついに見つけました。これは嬉しい。さてここで少し整理しますと、未踏派の突然変異はタイガ M と凍ったタイガ M、砂漠 M、ジャングル2種類とメサ3種類です。ここまで来てなおバイオームの勢いが衰えないわね。ひょっとしてすごく良いワールドを引き当てたのかもしれません。なので、ますます浮き足立つのはやむを得なかったわけで。やばい。早速ラクテリーね。ウオーキンリンゴが先？今度こそダメかと思いました。落下中に水バケツ使えばいいのに。頭が真っ白になっていたので、迫ってくる峡谷そこをただ受け入れるしかなかったんです。なお、峡谷の深さに恵まれたようです。座標によると24メートルの落下で、落下耐性エンチャントなしでギリ即死、という深さでした。で、そろそろ地下に戻りたくなってきたんですけど。まだ地上に出てから1時間も経ってないわよ。ひとまずトンネルをくぐって少しでも気持ちを落ち着かせて、地図8枚目の北コースを抜けました。9枚目に入ります。地図がテリーの手になっているわね。そしてなんともはや、タイガ M を見つけてしまいました。まだ落下死する気が満々なの？見つかるんだから仕方がありません。で、今まで謎だったタイガ M の特徴ですが、ひょっとして高低差がある地形なのでしょうか。と、まさかの2箇所目のジャングル発見です。これはひょっとしてジャングルの突然変異を発見する大チャンス？可能性は十分あるわね。普通のジャングル橋でした。
しかしジャングル橋をまたいだ先は突然変異が伸びていて、ジャングル M を踏破です。記憶の限りで、ジャングルの突然変異を見つけたのはこれが初めてです。さてそれから、残ったジャングル橋 M を探して20分さまよっていたところで、ジャングル神殿を見つけました。こっちの企画では初だったわね。もう過去に何度かまともに攻略したし、掘り抜いてお宝だけ頂戴しようとした矢先です。うおー。罠が役に立つこともあるのね。どうせならクリーパーを仕留められるくらい強力な罠だったらいいのに。本当にそれでいいの？さてレバーのお宝はまあまあ普通で、奥のお宝からはダイヤ2つ入手しました。紛失した2つ分取り戻したわね。そして9枚目の南コースにたどり着いたところで、ちょっとカクカクがひどくて今回はここまでです。ラグさんが頑張っているわね。たまに Windows 10が常駐モノを走らせているようなんです。もしくはここから西の方でジャングルが生成中なのだと思います。で、次回は南コースで地図1枚目に戻りますが、その後探索続行するか、地下に潜るかは迷っています。どちらが安全なのでしょうか。安住の土地なんてないわよ。それではまたね。バイバイ。